ビクトリア3にはポップ需要というものがありまして、いろんな数値の物の値段でね、この生活水準というものが決まって、あまりにも低すぎると反乱が起きるとかね、いろんなものに影響してくるんですけども、この生活水準を決めるこのポップ需要、この商品は小麦だったりだとか、食品だったりだとか、家具だったりだとか、あとタバコだったりとか、いろんなグッズのものの値段が決まるんですけども、これを全部一つのものにしてもいいんじゃないかと。人口の需要をアヘンだけにしてもいいんじゃないかと。すべての人間が食べ物や飲み物、家具とか服を一切使わず、ただただアヘンだけを摂取する、アヘン中毒者だらけの世界だったらどうなるのかというシミュレーションでございます。もうね、序盤から見えると思うんですけども、凄まじい量のこの人口の需要です。おそらくね、軍隊よりも、これ民間人相手に使う量の方が多いんじゃないかな。世界一の市場を持っているイギリスですら、こんなにマイナスなのを見ると、もしかしたらこの世界成り立つのかどうかっていうのがね、ちょっとどちらかというと心配なんだけど、フランス見てみるか。フランスは確かゲーム開始時では一切アヘンを得ることができないはず。確かイギリスから輸入しないといけないはずだから、一切ないんだ、アヘン。これ暴動起きるぞ、マジで。逆にこれ小麦とかどうなってるこれ。一切需要がないんだ、これ。ワインはこれ、貿易で一応輸出してるのか。誰が買ってるのかわからないけど、小麦に関してはもう完全に有り余ってるもんな。5ポンド。小麦1本5ポンドです。一切需要がないんだな。食品産業とかに使ってるのか。でも別に食品も需要がないよな、これ。食品どこだ？一切ないわ、需要。全くの無駄。やばすぎないか、これ。このマップ。これ食料抜きにしたマップよりもやばかったぞ、これ。全然何倍もやばかったな。逆にこの、真緑な C は何なんだ、これ。ポンティアナ。何なんだ、こいつら。なんでこんな、真緑なんだ。こいつらさ、食料ゼロだった世界でもなんか緑じゃなかった、そういえば。なんか、かすかに覚えてるんだけど、この名前。オランダでも、一切アヘンはないね、これ。超高騰してるな。でも、バニラの状態でも結構アヘンの需要っていうのは高くて、例えばアヘンから遠い国、例えばアメリカとかかな。本当に積極的にこういうね、東南アジアとかを制圧しなきゃいけないんだけども、特にここはやばいだろ、これ。南ベンガルは強すぎるよな。25% の生産量のモディファイアがあるのに、しかもこれ950に作れるからね。しかもこれ人口も問題ないから、ここがマジでどれくらい開発されるかによって、世界のこのアヘンの量が決まりそうだな。とりあえず一つ断言できるのは、圧倒的におそらく反乱の数が増えるだろうなってことだな、これ。アヘン戦争起きるのかな、これ。アヘンこれ輸入禁止したら、もう死者が出るんじゃねえか、これ。廃人が出るんじゃねえか、この世界で出たら。してるね、イギリスから。いやー、断れなかったか。仕方ねえな。ただ、シンもね、この世界だと、ビクトリア3で確かアヘンの、生産量世界一になれるんだよな。確かここら辺にあるし、ベトナムとかも制圧できれば、よりアヘンの生産量も増えるし、ただ人口の需要も多分世界一だから、やばい、凄まじい量で人口が減ってる。もうすでに1000万人がオーバードースでお亡くなりになってるけど、東インド会社は確か、ここら辺は制圧しないと、確か崩壊するイベントがあったから、それが理由でやってるのかな。でもね、ここら辺地味にアヘンとかも生えてるし、知らず知らず、結構いいプレイをしてるんじゃないか。これマジで、インドが今回のシミュレーションのキーになりそうだな、これ。個人的にな、東インド会社は、序盤になんかたくさん、制圧とかするから、個人的に遊んでて好きな国なんだけど、結構運要素が強いんだよね、これ。しかもなんか今回そうだ、なんだっけな、アールグレイっていうアップデートが来て、なんかこんなね、正当性によって、バフとかデバフとか追加されるようになったから、どうだろうな、これ回避できんのかな。反乱起きたらこれマジで、世界の危機だからな、これ。今のところこれ市場に出回ってるアヘンはどこから来てんだ？イギリスと、あとエジプトか。そうだ、エジプトも忘れてた。確かカイロに、アヘン農園があるんだよな、そこそこでかい。凄まじい値段だな、これ。あと地味に強いのがね、ペルシャなんだよね、これ。湾岸沿いに確かアヘンが生えてるから、ペルシャもこれ強くなるポテンシャルを秘めてるな。ただ人口がちょっと問題になるから凄まじいペースで人口減ってるぞこれ。
これ、働ける人がいないと、ゲームオーバーということになるんだけど、むしろこれ、奴隷制度をこれ復活させるっていうのも逆にありだな。そうだ、アップデート言えばね、確か AI の挙動とかも変わったはず。これは結構ね、シミュレーションにとっていいことなんじゃないかな。なんかよくわからないんだよね、AI の挙動が。だからそれが改善されたのは、まあいいことなんじゃないかな。早速、オスマン帝国が、まあこのゲームの定番ではあるけどね、エジプトにボコられてるね。オスマン帝国がカイロが首都の国にやられるって、EU4 プレイヤーとしてはちょっとまだ慣れない光景だけど。イギリスは今は、なんだこれ。オンタリオが反乱してんのか。いや、早速もう反乱軍がスポンしたか。いや、アメリカももう二分割されてる。これさ、イギリスの税とかはアヘンに税かけてんのこれ。インドはアヘンの開発を進めてるな、これ。アヘン農園の。これ分かってるのかこれ AI は。もしかして。真の軍弱いな、相変わらず。アヘンのデバフをなんか発生してるんだっけこれ。大飢餓。絶対こんなん回避できないだろ。これかわいそうだな。ちょっとこのゲームのシーンかわいそうだな、これ。絶対もうどうしようもねえもんな、これ。ケベックコサク農の反乱。そりゃそうだよな。小麦一切売れなかったらそれは反乱するわな。この世界ではアヘン以外の農家は一切価値がないからな。これ一切働いてないじゃん、これ。地味にこれ衣類とかも作らなくていいから、染料の価値は本当に無に等しいな、これ。これ植民地作るとしても、まあゴム目当てになるんだろうな、これ。砂糖とかもいらないしね。いつもよりあまり植民地の価値はないかもしれない。とりあえずもう東南アジアを手に入れないと。まだイギリスは安定してる方かな。ヨーロッパも完全に火の海に包まれてるからね。応急手当に切り替えてるのか、これ。アヘンを使ってるのか。一部隊を除いてか。ほとんどアヘンを使ってるな。ただでさえ高いアヘンの需要が跳ね上がったぞ。これさ、地味に一番心配なのが、日本幕府なんだよな。一切これ輸入とかできないんだよね、これ。だからまあ、アヘンとかは一切輸入できないんだけど、1.5 とかになってんだけど。日本人の2人に1人が急進派なんだけど。なんでか知んないけど、九州に染料農園を建ててるぞ、これ。この世界の染料の価値なんて無に等しいぞ、これ。てか基本的にこの畑全体そうかもしんないな。タバコも価値ないもんね。これ全部価値ないわ、なんなら。マジで AI のこの動きは、なんかもうイギリスがアヘンの価値が高いっていうのを分かってるとしか思えないんだよな、これ。しかもこれよく気づいたら、秦から雲南も取ってるんだよな。まだ AI が何をベースに戦争をやるかとかちょっとまだよく分からないんだよな。なんか結構たまに本当に適当ななんか戦争とかにも参加してくるし、AI のこの仕組みがよくわからないな。何をベースに参加してんだろう。なんかおかしくないかこれアフリカ。フランスが一切植民地作ってないんだけど、16？少なくないかフランス。これ減らしたんだな、多分 AI が。あまりにも GDP が低いから。80、一応80あるな。輸入してるんだ。足りなさすぎるだろ、いくらなんでも。これもう、争奪戦だろうな、これ。たった80個のアヘンのための。よく見るとアメリカも一切植民地作ってないな。てかもう、完全にイギリスが無双してんもんな、ここら辺。イギリス市場はちょっとなんか価格落ち着いてきたか、これ。まだ全然足りないけど、いや、これ相当儲かってんな、これ、貿易で。AI もこれ分かってんのかな ?53 とか言ってるし。まあ、そういうなんか AI の設定はあるんだろうな、これ。さあ、ついにアヘン合法化の動きが加速してきたな。もうヨーロッパが意味わかんないことになってんだけど。何が起きてんだ、ここ。何が起きてんだ、ここ。ついにゲーム終盤になって加速してきたな、この反乱の数が。一気に増えてきたね、これ。イギリスも完全にプロレタリアによって制圧されたか。いや、どうだ、勝てるか勝てるとかなんか強くねえか、反乱軍。なんか結構、独立してる国多いよな、これ。なんかもう本当に、父こましい争いとかも増えてるし。さて、一応、1936年まで回してみたけど、どう見てもこっから先、第二次世界大戦は起きなさそうだな。どちらかというと内戦の方の戦いの方が多かったからね。アメリカ組織連合にアフリカ、アメリカが独立。メキシコになってはさらに国境がグロくなってるぞ。これ気づいたんだけどなんかアメリカとか植民地作んなかったな、これ。おそらく、植民地作る人が足りなかったんだろうな。カリフォルニアとかにアヘンが生えてたらまだ植民化する人がモチベがあったのかもしれないな。南アメリカとか国境もっとひどくなってないこれ。いや、内戦だらけだったな。ラスト数十年に一気に加速したな、これ。弱かったな、フランス。全然何もできなかったもんな、このゲーム。列強1位は
圧倒的な経済力を見せつけたイギリス。すごくないこの世界で。この世界でさ、3桁超えるって普通にすごくないか？まあ、確かにね、唯一アヘンが大量にあった、まあ、市場だったっていうのは事実だけどね。とんでもない量になってんだ。ここまで達したんだ。ただ最終的にプラスになることはなかったね。まあ完全にもうインドのおかげだったね。もうインドが独立したら終わってた今回。世界で唯一人口が増えるのはイギリス領インドとイギリスだけか。明らかにイギリス以外の国との差が激しすぎるな。インド天国じゃんこの世界。特に日本幕府がやばいわ。なんか日本でクーデターが起きたらしくて 0% だけどね。0% だけど、法律がなんでか知んないけど、自由貿易に切り替わってんだよな、これ。イギリスと、あと、シン。エジプトからも得てたのか。シンはこれ、序盤にうんだん取られたらマジで言いたかったな、これ。あ、なんかちょっと開発してるっぽいね、これ。めちゃくちゃ開発してんじゃん、これ。なんか AI も分かってるんだね、これ、やっぱり。エジプトとかはどうだ？ちょっとマジでオスマン帝国にやられかけててちょっと怪しかったけど。ただ、カイロは最後まで守り抜いたみたいだね。プレイヤーだったらね、これ、カンストするまでやるんだろうけど。ただもう人口がなくなってたのか、これ。移住マップを見ても圧倒的にイギリス。なんか一旦これ人口が壊滅したみたいだな、これな。滅亡しかけたけど、また人口が増えたって感じか、これ。人口少ないな、これ。でもイギリスでこんなに少ないってことはさ、他のフランスとかどうなってる？パリとかは？うわー！0人の州とかないかなこれ。バハカリフォルニア、17.2。ちょっととりあえずこのマップを使って、一番少ないの。7000人。一番少ないのを探してるんだけど。いや、7000人強いな。日本とかどうだ？一切輸入できなかった。いや、関東もそこそこ人口いるな、これ。意外と成り立ってるな。5000人。人口マップがないのがなんか嫌だな、これ。シミュレーションだけのために追加してくんないかな。2900人、クラクフ。何がもったいないってここ石油あるんだよな。2900人ってな、ちょっとした高校だもんな、もはや。致命的じゃないこれ。489人、227人、130人ってことはさ、人口の多分6割ぐらいはニートだよね、これ。致命的。壊滅寸前の州があるな。500人これ多分一番少ないだろ、これ。人口全員飢餓だね。これ、あと数十年待ったら滅亡してたかもな。ということで、全世界がアヘン中毒者だった世界戦のビクトリア3でした。もはやね、ゲームは成り立ってなかったんですけど、内戦だらけで面白かったね。だって食料がさ、なかった世界戦のやつよりも圧倒的に人口の減早いもんね。まあ、ゲームのシステムとしては一応ね、アヘンが食料として認定されてるから、まあこんなにね、まあ、人口が低くなるのもわかるんだけど、それでもアヘンだけでこんなに人が減るってのは面白いな。はい、ということで、皆さんもね、薬物ダメ絶対ということで、ここまでのご視聴ありがとうございました。ルブルティサ。バイバイ。